ヨーロッパ旅行の探し物は北欧で文章にまとめてて、見て見て、これじゃあワンピースが大事。こんなの欲しかったっていう。
こんにちは、えりこです。ちょっとおしゃべりを始めてみます。で、今何してたかというと、来週から行くヨーロッパ旅行の計画を立て始めてみました。そう、来週から35日間ヨーロッパの、いろんな国を6カ国回る予定で考えてます。で、彼と2人で、新婚旅行みたいなのも兼ねて行こうかなと思っているので、ちょっとしたウェディングフォトを友達に撮ってもらう予定だったりとか、あとはもう自分たちの好きな国を7都市くらいかなピックアップして回る予定なので、すごく楽しみに今ちょっと計画を立ててます。で、今回は1週間後なんですけど、まさかのまだほとんど何も準備できてなくて、取ってるのが日本からパリの便とヘルシンキから日本に帰ってくる便と、あとパリの数日間宿を取ってたり、ちょこちょこその間の国の航空券を取ったかなっていうぐらいで、まだ宿だったり鉄道の予約調べたりとか、どこ行くとか何するとかを全くまだバタバタしすぎてて、全然決めれてません。なのでこの3日間でそういうのを全部決めちゃいたいなと思っているので、今時間が空いてちょっと計画を立て始めたっていう感じです。でも私たち海外旅行結構行ってたり、旅自体は慣れてて、なんとかなるかなっていう感じで今に至ってます。あと1週間後にはヨーロッパに行けるっていうことでめちゃくちゃ楽しみなので、このワクワクを勝手にお届けしちゃいます。で、今で言うとちょっと本を見てたんですけど、今回半年前ぐらいから行きたいねって決めてたので、ヨーロッパに関する本はいくつか買ってちょこちょこ読んでて、参考になるなと思ってるのがこのセレアル、洋書なんですけどコペンハーゲンとロンドンの本が家にあったので、これを参考に、きっとお店も素敵なのでこれを見て良さそうなところピックアップしようと思います。めちゃくちゃ暗い。桜が満開になってきたのに、残念ながら2日か3日ぐらい雨降ってて、桜も散ってきちゃっている。悲しい。花粉症がね、辛いんですけど、花粉症辛いから雨だと収まって、でも晴れだと桜は嬉しいけど花粉症はひどくてみたいな、難しい。あとは、英国の本屋さんの間取りっていう本で、これも面白いんですよ。なんかね、全世界的にデジタルデバイスが増えてきたから、本屋さんって継続していくの、続けていくのって難しいよねっていう世の中で、イギリスは結構その本屋さんが盛り上がってるらしいっていうようなことを書いている本です。実際にイギリスにある本屋さんで、盛り上がってる本屋さん、こういうところが盛り上がってますみたいなのを紹介してくれてる本なので、せっかくロンドンも行くので、というよりもこういうのを見て絶対ロンドン行ったら楽しいだろうなと思ってロンドン行くんですけど、なのでこういう本屋さんを巡りたいなと思ってリストアップする予定だったりとか、これはミッフィー、ミッフィーが生まれたところがオランダなので、オランダもきっとなんかミッフィーに関するものがいろいろあるんだろうなと思うと、ちょっとミッフィーの本とかを読みたくなって買ってみました。これもね、すごくシンプルなんだけどイラストが可愛くて、でブルーナさんのデザイン、このミッフィーを描くときに気をつけてることとか、なんか言葉みたいなのがイラストとともに綴られてるんですけど、めちゃくちゃ可愛いのでこれも大事に今読んでます。あとはこの前半年前もフィンランド行ったんですけど、今回もフィンランド行こうと思ってて、この探し物は北欧でっていうエッセイと、あとはヒュッケ、これは有名な本ですね。こういう本を読んだりとか、あとアールト、これはなんか1月とかに
見に行ったアールトっていう映画で、アルバ・アールトさんっていうフィンランドのインテリアデザイナーの方のドキュメンタリーみたいなの映画なんですけど、これを見てフィンランドに行った後にこの映画を見て、よりアールトが作ったものとかがすごく興味を持つようになって、もう一回フィンランド行ってそういうアールト建築とか一度ちゃんと見たいなと思っているので、北欧家具の本とかそういうのを今見てます。そう、全然時間が足りなくて、もう少しリサーチしていきたいなと思ってるんですけど、できる限り調べてテンション上げてヨーロッパ旅行を望もうかなと思ってます。で、本はそんな感じで、今やりたいことをリストアップしてて、大まかには今もう決めてるんですね。で、それをちょっと紹介すると、雑貨巡り、本屋さん巡り、サウナ巡り、美術館巡り、カフェ巡り、いい香りのものに出会う、北欧家具の本場へ、ムーミンミュージアムへだけ今書いてます。やっぱりヨーロッパは街並みが綺麗なので、多分もう本当に散歩してるだけでも楽しいんですけど、その中でも最近やっぱり北欧家具とかにすごく魅力を感じるようになったので、各国の雑貨とかヴィンテージ食器とかそういうのを巡れたら嬉しいなと思ってたり、あとマルシェとかマーケット行きたいなと思ってたり、どこに行くかっていうのを各国たくさんリストアップしても行ききれないので、少なからず5つぐらいリストアップして予定立てようかなと思います。そしたら今度宿とか航空券を取っていこうかなと。大変だ、頑張ろう。今バーッと作業してたんですけど、行きたいところをリストアップして、それをこうやってノーションにまとめてました。で、私たち旅行行くときはだいたいノーションにまとめてて、これもヨーロッパっていうページを新しく作って、フライトとかホテルどこに泊まるとかをまとめたり、行きたいところとかしたいことをここにまとめて眺められるようにいつもリストアップしてます。このページでは旅の持ち物リストとかもあって、ここで洗濯用ハンガー忘れないとか、そういうリストアップしたやつをこうちゃんとパッキングの時に入れていくようにする予定です。あとね、ちょっと面白かったのが、ノーションと一緒に Google マップでもピンをつけてて、ヨーロッパ旅行のリストを作って、そこに行きたいところピンしてるんですけど、バルセロナ行く予定で見てたら、可愛い MacBook とか可愛いポストカードのお店とか、バルセロナの雑貨屋さんとか、5年前か6年前ぐらいにバルセロナ一人旅行った時があって、その時のピンがそのまま出てきてました。バルセロナは本当に良かったので、本当に楽しみ。今回行くところで2回目行くのがバルセロナとパリとヘルシンキですね。初めてなのがデンマークとイギリス。そう、めちゃくちゃ楽しみ。
この下っていうかかわいいムーミンの髪。ムーミンの髪可愛いね。油油のために。じゃあさ、これにこのつけて、ブラインラブ見る？南ラークレの店長どうされます？今日決めたいことは航空券の確認と、あと宿泊先予約できるところ予約したい、あとは eSIM を買う、SIM 買う。この3つで、なんか各都市出せるところは、ホテル調べて良さそうだなってやつを今お気に入りにしたので。あ、そうなの？ありがとう。そう。13チェックインじゃない？そうだっけ？違うかな。パリは予約したよね。パリはちょっと待って見てみるね。パリが予約してあって、で出発時間が13時5分。到着もいる？到着が15時35分。9月6日、土日で。デンマーク、コペンハーゲン、からフィンランド、ネルチン来た。SAS 良さそうだったよ。良さそう？なんかね、SAS は結構他の航空会社に比べて結構大きそうな感じだった。SS スカンジナビア航空。ちょっと話し始めますが、私たちはいつも航空券取るときはスカイスキャナーっていうサイトを使ってるよね、必ず最初に。で最初にそれ使って日付と行き先を検索すると大体安いプランが出てくるので、そこで見てどの航空会社が安いかなっていうふうに見て、でその先はもう大体公式の航空会社の公式で取ることが多いよね。そうだね。なんかスカイスキャナーはいろんな航空会社の値段を一挙に比較できるやつでね、そうそうそう。ここからここまで行くときにどの航空会社使ったらいいかとか、どういう乗り継ぎが安いかとか、どれくらい時間かかるかとか、バッとこう全部見れる。月別にもうこの時期安いとかで行くこともできるよね。この月の一番安い日とか出せます。なんでさ、公式サイトで取ることが多いの？公式サイトでなんで取るかっていうと、やっぱり安心感じゃないかな。あと一番安いのはもちろんあると思う。一番安いことが多い。手数料入ってないもんね。そうそうそう。500円か1000円高い場合もあるけど、なんか荷物多いじゃん。荷物多いからその荷物の分結局取られて、トントンとかになることが多いから、割と公式で取ることも多いよね。日本語サポートないところもあるから不安だったらあれかも。まあそうね。でも頑張ってメールで翻訳してる。頑張って日本語に翻訳とかそうだね、やってるね。スカンジナビア航空。でももう一個もフィンエアだったね。フィンエアだったね。フィンエア良さそうだね。そうそう。でもフィンエアだと17,095円だから。ちょっと高いよ。そう、スカンジナビア航空は一番安いのが8,138円。そう。ただこれが8時の便と21時半の便で、その12時50分とか昼間の便だと15,353円だからちょっと高くなる。どっちがいいんだろう。
8時の便って難しくない？行けなくはない。7時ぐらいに着くとして6時半に出れば、10時半にそしたらヘルシンキに着くって感じ。なるほどね。まあ例えば朝ちょっと散歩したいね、であれば13時の方がいいね。そうね。まあじゃあ12時50分にする？そうだね。なんかそんな気がする。ヘルシンキ1回行ったしね。まあ一番高いのちょっとでかいけどね。でかい。ここからだから上がってくからね。自宅手荷物とか入れたら。そうだね。ピンアで行こう。1回乗ったことあるだけで安心感違うよね。ね、違うね。大丈夫だったっていう。全然知らない航空会社ちょっと怖いもんね。EU はね、結構たくさん知らない航空会社がある。そうだね。じゃあいいんじゃないですか？いいですか？じゃあ。どうぞ。支払い手続きに進む。ご予約できました。予約できました。これでじゃあ航空券系は以上で。はい。というわけでですね。はい。次は宿。宿と鉄道は？はい、鉄道も。一旦宿にする？鉄道はね、多分直前まで取れる？と思ってるよ。まあ一緒に調べてみるか。調べてみるか。あ、なるほど。あれか。鉄道あれだ、13日土日だからちょっと高いわ。なるほど。まあ、見て見て、これ本当だ。すごい。こうやってアムステルダムからロッテルダムとか通ってベルギーを通って、ここ何の国だろう？クイット、海を多分くぐってパリだね、パリをちょっとかすって、すごっ。ベルギーで降りたくなっちゃうね、これは。そうだね。出てきた。例えば10時とかに行ったらロンドンに13時。10時のやつまだある？Not available になってる。12時10分はいけるよ。12時10分かな。が、まあ8時40分とかだね。7時10分とか。あ、これはダイレクトなんだ。ちょうどいいんじゃない？ダイレクトの方が。ちょうどいい。でさ、1、2、3、4、5、6、7、8回移動するから。いや、確かに。とりあえずこれで飛行機のテストクリア。嬉しい。じゃあ、あと宿ですね。宿です。はい。これの8以上？8以上で割となんか口コミが多めで評価良さそうなところでいいとこないかなって今。なるほどね。わあ、これめっちゃ良さそうと思ったけど13万だって高っ。これそれほら見て、これか。ほらなんか良さそうだね。すごそう。フランスって感じするね。フランスって感じする。オリジナルレジデンス。まあ綺麗そうだよね。3日で47,526円だもんね。なんか安く感じちゃう。安い。よし。じゃあそれちょっと分かってくれる？まあそうだね。モダンって感じ。まああとはだから宿を分けることだよね。そうね。ゆうちゃんそれなんだっけ？良さそう。1枚しか買わないし。
なんかね、あるんだけど、さっき見たやつは、20ギガまでデータ高速でみたいな書いてあって、20ギガまでみたいな。海外旅行短期で行くんだったら、個人的には eSIM じゃなくてSIM カードの方が安い。でも長期で今回行くから。そうなんだよ。あんまりなんかオーストラリアで買ったような感じの SIM 売ってないなと思って。そうね。いや、あれね、現地は売ってんのよ、多分。でも今回、現地は売ってんだけど、現地だと、この国でしか使えないデスが多分あるんだよね。ヨーロッパ何カ国も行くっていう風になった時に、確かに eSIM とかの方がいいのかなって思い始めた。ヨーロッパ全域30ギガ、30日間。フランス国内ヨーロッパ全域通話無制限。フランスで、現地で買えるってことでしょ？でもフランスで買えるってことはフランスでしか使えないってことなのかね。いや、ヨーロッパ全域で使える、どうなんだろうね。そこは不安だよね。フランス国内ヨーロッパ全域の通話無制限。なんか多分ね、向こうで買う方が安くはあるのよ。ね。だけど、なんかさ、あれなんだよね。フラフライ。結構だからフラフライをおすすめしてる人がいるんだよな。SIM QRコードがメールに届きます。出発前に eSIM をインストールして、フライト中または目的地に到着したらアクティベートしてください。なるほど。E メールに来てる。これで OK ですね。だいぶ進んだんじゃない？ 2時間ぐらいやってるって。やってるよ。1日前日になりました。あっという間にラスト1日になったので、急いでこれからパッキングをしていきます。この前作った持ち物チェックリストがあるので、これを見ながらパッキングしていきます。大体はウルトラライトダウンとか海外対応のドライヤーとか洗濯グッズとか、そういうのは旅行行く時しか使わないので、もうすでにスーツケースの中に入ってます。なんで意外と楽ちん、そこら辺は。ちなみにちょうどあったのでおすすめすると、ジェルボール、このボールドとかのこの全部パックになってるやつ洗剤とか柔軟剤とかが全て入ってるっていうこのキューブみたいなのがすごく旅行の時便利で、こんな感じでパックにして持ってって洗濯機の中にポンって入れて洗えるみたいなのが便利なので、50個ぐらい持ってきます。あとこれも便利、じゃじゃん。折りたためてハンガーになるし、洗濯バサミまでついてるみたいな。下着とかをここに挟む時もあるし、なんかシャツとかを干すこともできるみたいな。こういう風になる。こんな感じ。これめちゃくちゃ便利なので4ついつも入れてます。だいぶパッキング進んだんですけど、ちょっと見てください。なんか気づいたらワンピースが大好きすぎて、これもこれもだし、この
ワンピースも持ってく予定で、これもワンピースで、ワンピースがここにも入ってて、12345着とスカートとズボンとちょっとシャツみたいな。気づいたらワンピースばっかりになってました。でもね、もう楽だから。よいしょ。大まかにだいたいパッキングを終えました。あとは今日使って明日の朝入れるものとかそういうものなのでだいたい OK かなと思います。ついでに私が旅行に行くときに、主に海外旅行に行くときに便利に使ってる、必ず持っていくもの2つか3つ紹介します。よいしょ。じゃじゃん。これです。3つある。はい。これはネーのパッキングポーチです。シンプル、使い方としてはシンプルなんですけど、なんかカラーバリエーションが豊富で、サイズも S、M、L とかサイズ展開もたくさんあるので、私は3つ使い回してます。で、主に洋服を入れてるんですけど、こんな感じで、これちょっと便利だなって思うのが、こう中にネットが入ってるんです。こういう。なので、使った服とかをこっちのネットに入れておいて、使ってないのはこっちにみたいな使い分けをするのが地味に便利で愛用してます。で、こんな感じでとってもあって、これ割と便利です。2つ目はじゃじゃん。これは行くときはこのままこうパッキングしたキャリーケースに入れてるんですけど、帰りにすごく便利なものになってて、これを広げると、よいしょ、じゃん。結構大容量のサブバッグとして使えます。こういう風に持つこともできるし、このショルダーバッグみたいにかけることもできます。こういうスーツケースのところの取っ手にかけれる取っ手みたいなのもついてるので、このままスーツケースにこう乗せることもできるので、これはこう一つ入れとくと最後私たちたくさんお土産買うので、もしスーツケースに入れきれなかったらこれをだいたいこう広げて、それでこう持って帰ってくるようにしてます。これは3コインズで買いました。多分定価300円なんじゃないかな。3コインズは結構トラベルグッズ充実してるのでおすすめです。圧縮袋とかね、これはめちゃくちゃおすすめなので見つけてみてください。最後に3つ目がこちらです。これは新しく最近買ったばっかりのものなんですけど、こんなの欲しかったっていうものだったので紹介します。これは無印良品の海外対応のグローバルアダプターです。これも見た目こんなにスリムなんですけど、国のプラグの形に合わせて出したり引いたりくっつけたり、なんかパズルみたいに組み立てながら使うアダプター、どの国でも対応してるっていうかいけちゃうプラグなので、これ一つあったら便利だなと思って購入しました。で、なんか人気みたいで結構在庫切れしてるところあったんですけど、いくつか回ったら在庫ありました。これ一つあると絶対便利。そんな感じです。というわけでパッキングしてちょっと明日に備えます。よいしょ。お便はグループ3のお客様を飛行機へご案内いたします。どうぞ。